どうしたんだ？その日、出社した俺は、ただならぬ空気を察した。上司や役員たちが、課長の机を調べているではないか。そして、机の脇には、泣きそうな顔の課長。さらには、勝ち誇った表情の宮崎。一体何が起きている？何があったんですか？だから俺は、慌てて近くにいた同僚に聞いてみる。返ってきた答えは、信じがたいものだった。課長が横領？何を言われているのか、俺は全く理解できなかった。そんなことを言われても、うなずけるはずがない。当然課長は反論したし、身の潔白を訴えた。そして、会社の上層部も彼女を信じたいようではあったが、火のないところに煙は立たない。よって課長は無期限の自宅謹慎を命じられてしまった。そこからの1週間。俺は課長が抜けた穴を必死で埋めようとしたから、出社したかと思ったら深夜という生活が続いた。書類の期限はちゃんと確認しなさい。ここは学校じゃないのよ。俺は小柏実。遡ること30年前、当時上司だった遥と結婚した。まさか、俺とあの人が結婚するなんてな。俺は幸せだと胸を張って言えるし、遥のことも愛している。だが、昔を振り返ってみると、こんな未来が訪れるとは、当時全く予想できなかったに違いない。それほどまでに、俺の人生は大きく変わったのだ。あの頃、俺はまだ25歳だった。運よく大手企業に入ることができたが、そこで俺は社会人の洗礼とやらを受ける。社会人生活は学生時代とは何もかも違っていた。学生の頃のように周囲は待ってくれない。こちらが周囲に合わせなければならないのだ。まだ学生気分が抜けていない俺にとっては過酷だったし、それに順応するまで、俺は何度も心が折れそうになってしまったのも事実。ようやく終わった。経理部に配属された俺は、今日も日付が変わる直前に退社した。ギリギリで提出された書類の計算がどうしても合わなかったのだ。一番きついのは営業部だと言われていたから、経理部への配属が決まった時は正直安堵した。だが実際入ってみると、正直営業部よりも経理部の方がはるかに大変だった。細かい数字と格闘しなければならないし、些細なミス一つ許されないのだ。猛烈にすり減っていく俺の神経。こんなことなら、良くも悪くも何わ節なやり方が許される営業部の方がまだマシだと、俺は痛感させられてしまった。俺、向いてないのかな。連日の残業、その真っ只中で、俺は少なからずナイーブな気持ちにもなっていた。大学ではそれなりの成績は残してきたから、社会人になっても多少は通用すると思っていた。だが、現実は全く違っていて、今や俺は鼻っ柱をへし折られた状態だ。課長にも迷惑かけちゃったし、
俺一人が残業するならまだいい。だが俺は巻き込む形で、遥こと課長も残業させてしまったのだ。その罪悪感もまた、俺を苦しめている。俺一人が苦しむのなら、それは俺の無能で、俺自身が苦しむだけ。悪いのは俺だけだし、自分を責めればそれで終わりだ。しかし、実際には課長を巻き込んでしまっている。自分の無能が原因で、他人にも辛い思いをさせてしまっているのだ。その事実は、俺をひどく苦しめた。明日、また怒られるんだろうな。課長はまだ30歳。だが、その若さでありながら、将来の幹部候補と噂されている。要するに、期待の星というやつだ。加えて、美人でもある。だが、まったく、何度言えばわかるのよ。彼女は一度怒ると、それこそ烈火のように怒り狂うのだ。そんな課長に迷惑ばかりかけているから、俺はもう悪循環の真っ只中というわけである。書類の期限はちゃんと確認しなさい。ここは学校じゃないのよ。すみません。本当にすみません。謝らなくてもいいから手を動かして。ほら、早く。確かに課長の言うことは正論ばかり。だが同時にその口調はいつもきつかった。むしろ正論だからこそ心に突き刺さり、すでに傷だらけの心をより深くえぐっていく。はあ、俺は俺なりに反省しているつもりだ。完璧ではないが、改善も心がけている。しかし、毎日こんな感じでは、もう体が持たないと思った。もう転職しようかな。俺は真剣に転職を検討し始めていた。今の会社にいても消耗するだけ。何もいいことはなさそうに思えた。それに、ただ働いているだけで他人に迷惑をかけてしまう。そんな人間は会社にいてはいけないとさえ感じるようになっていた。俺、今の会社にいても仕方ないんじゃないかな。とうとうそんな風な言葉さえ漏れた時だ。俺は公園に見慣れた姿を発見した。あれ？そこにいたのは他ならぬ課長だ。彼女はひどく疲れた様子でうなだれていた。課長？大丈夫ですか？あら？誰かと思えば。この後、立ち話もなんだということで、俺たちは居酒屋へ。そこで俺は、課長の別の一面を目の当たりにしたのである。本当にダメなやつよ、私って。アルコールが入ったからか、課長は砕けた口調で話し始める。期待のホープだの、将来の幹部候補だの、みんな好き勝手に言ってくれちゃってさ。俺はてっきり、彼女は冷酷な仕事人間だと思っていた。だが、実際には違ったのだ。課長は血の通った人間であり、俺と同じように不満や鬱屈も抱えている。この時、俺はそのことを知ったのだ。ちゃんと話を聞いてるの？まったく。翌日から再び仕事に戻った俺たち。相変わらず
俺は課長から怒られてばかりだが、少しばかり心境の変化があった。遥かの本当の姿を知った俺は、怒られても落ち込まなくなったのだ。むしろ、課長のストレスを減らしたいと思い、気持ちを入れ替えて仕事に臨んだ。だから、無理なものは無理なんですよ。そんなある日のことだ。俺は課長が宮崎という社員と揉めている光景を目の当たりにした。あいつ。俺は宮崎を知っていた。営業部所属で使いどころの怪しい経費を構うことなく申請してくる。要するに悪い意味で有名なやつだった。当然、課長は断るごとに注意している。だが、一向に改善されることはなく、それどころか、今日は挑発的な表情を浮かべている始末。でもまあ、課長が対応しているのなら、俺が出る幕じゃないか。とはいえ、俺はその時、そんな風に感じた。しかし、1週間後、その判断は誤りであったことに気づく。どうしたんだ？その日、出社した俺は、ただならぬ空気を察した。上司や役員たちが、課長の机を調べているではないか。そして、机の脇には、泣きそうな顔の課長。さらには、勝ち誇った表情の宮崎。一体何が起きている？何があったんですか？だから俺は、慌てて近くにいた同僚に聞いてみる。返ってきた答えは、信じがたいものだった。課長が横領？何を言われているのか、俺は全く理解できなかった。そんなことを言われても、うなずけるはずがない。当然、課長は反論したし、身の潔白を訴えた。そして、会社の上層部も彼女を信じたいようではあったが、火のないところに煙は立たない。よって課長は、無期限の自宅謹慎を命じられてしまった。そこからの1週間。俺は課長が抜けた穴を必死で埋めようとしたから、出社したかと思ったら深夜という生活が続いた。確かに過酷ではあったが、それでも課長が味わっている辛労に比べればマシだ。その事実が俺を奮い立たせてくれた。大丈夫。きっと課長は無罪なんだ。水面下で調査が進められる中、俺はただひたすらに課長を信じ続けた。大丈夫だ。絶対大丈夫だ。そんな風に自分に言い聞かせ続けた。やがて調査結果が知らされる日が来た。結論から言うと、課長は横領などしていなかった。そして宮崎は虚偽の告発を行っただけでなく、これまでの不正な経費申請も踏まえ、厳罰を与えられる旨も発表される。本当に良かったです。俺、安心しました。俺はみんな信じてました。課長の無実を証明するため、みんなで頑張ったんです。と、課長に声をかける。正直、経理部の面々は、課長の横領を一切信じていなかった。加えて前々から、宮崎に対して敵対心のような感情も抱いていた。これは宮崎の腹いせに違いない。具体的な確証はなかったが、
俺たちはそう確信した。何より、献身的に働く課長が横領なんてするはずがない。こうして俺たちは、密かにある作業を始めた。通常業務を行う一方で、宮崎がこれまでどんな悪行を重ねてきたのかを調査したのだ。そうして、それをまとめたものを上層部に密かに渡したのである。ありがとう。本当にありがとう。俺たちが作った報告書は、課長の無罪を証明することに大きく貢献した。それによって彼女は無罪となっただけでなく、謹慎を解かれ、早期の仕事復帰も果たす。多分、会社を辞めなきゃいけないと思ってた。本当に嬉しい。みんなあなたのことを信じてましたから、大丈夫ですよ。私がいないとき、みんなのことを引っ張ってくれて、本当にありがとう。とんでもないです。っていうか、支えてもらってばっかりでした。実を言うと俺は、この騒動の期間中、課長代理を務めていた。そして、課長が復帰するや否や、課長補佐という立場を与えられる。俺、お話ししたいことがあるんです。騒動が一段落した頃、俺は課長にあることを切り出した。そろそろ伝えてもいい頃合いだと思ったのだ。どうしたの？俺、課長のこと、いえ、はるかさんのことが好きです。そして俺は、付き合ってください、と続けた。え？最初こそ、課長は困惑していた。だが、すぐさま、いいわよ、と返してくれる。宮崎のことは許せないが、彼が起こした一件は、俺たちの距離を大きく縮めてくれたのだ。こうして俺たちは付き合い始め、晴れて1年後に結ばれる。ただ、課長改め、はるかは仕事を続けたいとのことだったから、相談の末、俺は退職し、専業主婦となった。当時としては珍しかったと思う。あれから30年という月日が過ぎた。今でははるかも定年退職し、残りの余生は2人仲良く暮らすつもりだ。今度旅行でも行かない？いいね。ずっと忙しかったし、そろそろそういうことも考えていいんじゃないかな。ようやく訪れた穏やかな日々。俺はそれをしっかりと味わい、これからも守っていきたいと思う。よし、告白しよう。春巡の末、俺は告白することを決意する。一緒にいられる時間は残りわずかなのだから、今言わないと一生後悔するだろう。俺はそう判断したのだが、あれ、美咲だよな。いつ告白するか。そのチャンスを伺っているとき、俺は信じられない光景を目の当たりにした。美咲が知らない男に駆け寄っていく。しかも笑顔を浮かべて、心底嬉しそうな様子で。そして二人は、本来帰るはずの方向とは真逆の道を進み始めた。そうか。俺はいろいろと勘違いしていたんだな。好きな男？一体何を言っているの？俺は鈴木孝明。妻の美咲は俺の幼馴染でもある。
ただ、俺たちの距離が縮まった経緯は少々特殊だ。姪の桜との同居。それがすべての始まりだった。ある日のことを、姉夫婦が交通事故に遭い、突然亡くなってしまった。当時、まだ8歳の桜は、何の前触れもなく、両親を失ったのである。まだ甘えたい盛りだろうに、突然両親がこの世を去ってしまう。その事実は、小さい子供にはあまりにも過酷だったはずだが、それでも桜は悲しみや苦しみを決して表に出そうとはしなかった。ただただ手にしたぬいぐるみを握りしめるだけ。俺はそんな桜に強さを感じつつも、同時に言いようのない気持ちで胸がいっぱいになってしまった。彼女が一体何をしたのだろうか。こんな理不尽な目に彼女が会う理由が俺には見つけられなかった。誰が桜を引き取るのか。やがてこの難題が親戚一同に突きつけられた。みんな桜に心から同情していた。だが同時に大きな厄介を引き受けるのはごめんだとも感じていた。冷酷だというのは簡単だが、何の前触れもなく小さな女の子を引き取れというのも、それはそれで無理な話だからだ。その難題を当初引き受けようとしたのは俺の両親だった。しかし俺は異を唱える。気持ちは嬉しいけど、さすがにそれは難しいよ。両親はもう高齢だ。それに母は病気がちだったから、そんな状態の二人に育ち盛りの子供なんて任せられない。早々に二人は潰れてしまうだろう。未経験の俺が何か言うのはおこがましいが、子育てが膨大な体力と時間を浪費するのは確かだ。高齢で体の自由も失われ始めている二人が育児を始めたら、それによって二人はひどく消耗してしまうに違いない。口では大丈夫だと言っても、体の衰えだけはどうにもならないからだ。俺が何とかするからさ。説得の末、両親ではなく、俺が桜と同居することに決まった。幸い桜はしっかりした子で、無理も言わなかったから、一体どうなるものかと身構えていた俺は、ひとまず安心する。そんなある日のことだ。朝早くチャイムが鳴った。誰だ？ドアを開けた俺は、と驚愕する。そこに立っていたのは、幼馴染の美咲だったからだ。美咲と俺は腐れ縁だ。幼稚園の頃からずっと同じ学校で、本当に長い時間を共にしてきた。ただ、付き合っているとか、恋愛関係にあるわけではない。男女間の友情については諸説あるが、そういう関係だったのである。美咲？どうして？入るわよ。さて、大きなスーツケースを2つも抱えた美咲は、構うことなく家の中に入ってきた。そして、とリビングを一別するなり口走る。これは女の子の部屋じゃないわね。いきなりひどい言い草だな。っていうか、一体何しに来たんだよ。美咲が来たのはわかるが、なぜ来たのか、
俺にはわからなかった。俺が桜と同居し始めたことを一体どこで嗅ぎつけたのだろうか。この間、あんたのお母さんに会ったのよ。そうしたら、高明が大変そうだと言ってた。ああ、なるほど。情報の出所は俺の母親だったらしい。美咲は小さい頃から頻繁に俺の家を訪ねていた。だから俺の母親とも面識はあるし、母も母で何かあれば相談するほどに彼女を信用している。お母さんはすごく心配してたわ。美咲はそこまで言った後、で、どうして私を頼らないのよ、と眉間にシワを寄せる。その口調はなかなかに手厳しい。それは、確かに言われてみれば、美咲の仕事は幼稚園の先生。要するに、子供を扱うプロなのだ。そんな彼女に相談しないのは確かに無理があるだろう。そういうわけで、1ヶ月ここで私も暮らすわ。はあ？俺は困惑するが、美咲は、よろしくね、さくらちゃん、と早速自己紹介を始める始末だ。さすがプロだけあって、彼女はしゃがみ込んで、目線を合わせた上で、さくらと話している。その何気ない動作からも、本職の凄みを感じてしまった。美咲お姉さん、よろしく。さくらもさくらで、早々に美咲と打ち解けてしまったようだ。女性同士、何か通じるものがあるらしい。こうして奇妙な同居生活が始まった。俺は俺なりにちゃんとやっているつもりだったが、それは美咲から見たら及第点にすら達していないらしい。だから俺は毎日毎日、何をやっているの？とか、ほら、すぐにそこ直す。と、美咲に怒鳴られ続けた。そこまで言わなくてもいいじゃないか。美咲のアドバイスは真摯な気持ちによるもの。それは重々承知しているのだが、言われている側は少なからず疲弊してしまう。悪気はない。もっと良くしようと思っているのは分かっていても、その一字一句が俺の心にぐさぐさと突き刺さるのである。はあ。そして、美咲の滞在期間も残り少なくなってきた頃。疲れた。その日俺は長時間の残業を終えてようやく帰宅した。もはや身も心もすり減った状態だ。美咲がいてくれてよかった。最初の頃こそ突然押しかけてきた美咲を鬱陶しく思ったこともあった。だが仕事と育児の両立を行っていく中、仕事の分量が多くなってくると、俺は美咲の存在を何よりもありがたいものと感じるようになった。仕事でクタクタになった状態で家事をしなくてもいいし、無理して料理を作る必要もない。さらに言えば、余裕を失って桜を怒鳴ったり傷つけることもないからだ。世の中のシングルファーザーがどれだけ大変か。俺はこの時、身をもってそのことを味わったと思う。ただいま。お疲れ様。遅かったわね。残業長引いちゃってさ。そっか。ご飯できてるよ。私たちは先に食べたから。俺はありがとうと言って手洗いうがい。
そしてリビングに戻るなり、テーブルの上に置かれた料理を見て驚愕した。そこにあるのは、いわゆる酒のつまみである。これは？俺は驚いた。美咲が作る料理はいつも桜のものと共通だ。当然、ここに並んでいるようなおつまみとは無縁のもの。しかし今、テーブルに並んでいるのは、居酒屋顔負けのもろもろである。たまには食べたいだろうと思って。はい、ビール。ありがとう。気持ちは嬉しかったが、なぜこんなことになっているかわからない。だから俺は、どういう風の吹き回し？と聞いた。いつも頑張ってくれてるから、ささやかな私からのお礼。いつも頑張ってくれているから。その言葉は俺の心に深く染みた。いつも怒られてばかりだが、それは悪意によるものではない。むしろ、何とかしたいという気持ちゆえのものだ。俺はこの瞬間、忘れかけていたそれを再確認できた。そっか。俺はビールをついでもらいながら、自分の中で美咲の存在がどんどん大きくなっていることに気づいていた。率直に言うと、彼女のことが好きだ。彼女と一緒にいたいという気持ちがどんどん強くなっていく。よし、告白しよう。春巡の末、俺は告白することを決意する。一緒にいられる時間は残りわずかなのだから、今言わないと一生後悔するだろう。俺はそう判断したのだが。あれ、美咲だよな。いつ告白するか。そのチャンスを伺っているとき、俺は信じられない光景を目の当たりにした。美咲が知らない男に駆け寄っていく。しかも笑顔を浮かべて、心底嬉しそうな様子で。そして二人は、本来帰るはずの方向とは真逆の道を進み始めた。そうか。俺はいろいろと勘違いしていたんだな。その日俺は家に帰るなり晩酌を始めた。要するにやけ酒である。一体どうしたの？いや、別に。ただひたすらにアルコールを摂取していると、美咲が心配そうな表情で部屋に入ってきた。別にって、こんな時間からお酒飲んでるの初めて見たわよ。俺はふてくされた様子で返したが、美咲は俺の隣に腰掛ける。お前が俺たちの面倒を見てくれたことは、すごく感謝してるよ。だけどさ、いつまでも美咲にばかり無理はさせられない。一体どうしたのよ、本当に。そろそろお前を解放しなきゃいけないと思ってる。そうしないと、好きな男だって会えないだろう。そこまで聞いたとき、美咲は、え？と首をかしげた。好きな男？一体何を言っているの？今日だって若い男と一緒にいたじゃないか。さすがにこれは言わないでおこう。最初はそう思っていたが、そのうち何もかも嫌になった俺は直球の言葉を叩きつけた。もうどうなろうが知ったことではない。若い男。ああ。少し考えた美咲は、それね、幼稚園の父兄さんだよ、
と苦笑した。不敬？そう。奥さんが入院しちゃって、旦那さん一人で子供の世話をしているんだけど、何分大変だから、いろいろと精神的に参ってしまったそうなの。不敬。言われてみれば、すべて合点がいく。だから俺は恥ずかしくなり、穴があれば入りたくなってしまった。あのさ、美咲。結局、俺の取り越し苦労だったわけだが、それはそれとして、俺の考えは変わらなかった。むしろ、幸運な勘違いがあったからこそ、俺は気持ちを伝えずにはいられなかった。俺、お前のことが好きなんだ。だから、お前と桜と三人で家族になりたい。突然の告白。それを受けた美咲は少しだけ戸惑ったが、すぐに首を縦に振ってくれた。喜んで、よろしくお願いします。こうして俺たちは付き合い始めた。美咲は正式にうちに引っ越してきたし、桜もいつしか俺たちをお父さん、お母さんと呼ぶようになる。深く傷ついた桜の心。それは俺や美咲との関わりによってようやく癒されることができた。今、美咲のお腹には新しい命が宿っている。いつの日か弟か妹が桜にはできるのだ。俺たちの未来にはもっともっと多くの幸せが待っている。俺は内科医院で働いている医者だ。と言っても、まだ働き始めて2年も経っておらず、経験もまだ少ない見習いの医者だ。ある日、仕事を終えて自宅マンションに帰っていると、駅前の商店街に人だかりができていた。あたりには焦げた匂いが漂っていて、救急車やパトカーのサイレン音が鳴り響いていた。野じ馬の人だかりをかき分けることで、なんとか規制線の前までたどり着いた。私は医者です。何かお手伝いできることはありますか？自ら医者だと名乗り出たのだが、俺はそこで恥ずかしく、そして情けない思いをすることになる。ひょっとして僕が偽物の医者だと思ってました。私は医者です。何かお手伝いできることはありますか？その日、俺はいつも通り仕事を終えて自宅マンションに帰っていると、駅前の商店街に人だかりができていた。そこには何かが焦げた匂いが漂っていて、救急車やパトカーのサイレン音が鳴り響いていた。俺はすぐに事故だと分かった。野じ馬の人だかりをかき分けることで、なんとか規制線の前までたどり着いた。そして俺は近くにいた若そうな女性の救急隊員に自ら医者だと名乗り出たのだ。バイタル安定しています。その救急隊員は俺にそう言った。バイタルが安定しているとは、脈拍や呼吸、血圧や体温などの状態が問題ないという意味だ。今、レスキューが救助に当たっていますので、ありがとうございます。そう言って、俺に素早く敬礼をした。俺はしばらく救助作業を見ていると、さっきの女性隊員が俺のところまで走ってきて、突然、俺の連絡先を教えてほしいと言ったのだ。俺は慌てて財布から名刺を出し、
彼女に渡した。すると彼女は受け取った名刺と俺の顔を交互に見ている。偽物の医者だと怪しんでいるのだろう。確かに、その時の俺は T シャツにデニムといったラフな格好をしていて、医者には見えなかったのかもしれない。それから少し経つと、新しい救急車が到着し、その中から背中に災害派遣医療チームと書かれた医師たちが降りてきた。そして救助された患者がその医師に付き添われ、次々と救急車に乗せられていく。俺は救急車が走り去るのを見届け、自宅に帰ることにした。再び野じ馬をかき分けて通りに出ようとしていると、俺のことを見てにやついた表情をしている人たちがいた。あいつ、医者のくせに何もしてなかったな。どうせ偽物だったんじゃねえの？という話し声が聞こえた。自ら医師だと名乗りを上げたのに、出る幕もなく終わったことに、なんだかとても恥ずかしくなった。結局、俺もあの場にいた野じ馬の一人と変わらなかった。俺が今の内科医院で働き始めて、まだ2年も経っておらず、経験もまだ少ない見習いの医者だった。それでも、俺が診察をすれば、患者からは先生と呼ばれ、調子に乗っていたのかもしれない。だから、あの現場でも別に頼まれてもいないのに、医者です、だなんて出しゃばってしまったのだろう。その事故から数日後のこと、俺がいつも通り働いていると、受付から連絡があり、話を聞くと、俺宛てに外線電話が入っているという。はい、佐藤です。その電話の相手は、先日の事故の時に名刺を渡した女性の救急隊員からだった。佐藤先生、先日はありがとうございました。いえ、私は何も。むしろ、救助の邪魔になってなかったですか？あくまで私たちは救急救命士で医師ではないので、限られた医療行為しかできません。なので、救急活動も正直不安な状態で行っています。しかし、あの時は近くに佐藤先生がいてくださったので、私たちは安心して任務を遂行することができました。彼女の言葉は素直に嬉しかった。ああ、お礼が遅くなってしまいすみません。先日は本当にありがとうございました。先生に助けられました。そんなやりとりをして電話は終わった。悪い気はしなかったけれど、どうせ社交辞令だろう。俺は彼女がせっかくくれた感謝の連絡を適当に受け流していた。それからまた数日が経ち、俺は研修先の総合病院に行くために新幹線に乗っていた。売店で買った漫画を読みながらくつろいでいると、突然車内アナウンスが聞こえてきた。ご乗車のお客様の中にお医者さんはいらっしゃいませんでしょうか？それはドクターコールだったのだ。俺は漫画を置き、アナウンスをよく聞きながら車両の中をぐるりと見回した。しばらく待っていても乗客の中から席を立つ人はいなかった。少なくともこの車両の中に医者は俺しかいない。俺が行くしかないと思ったと同時に、先日の事故のことが頭をよぎり、俺なんかでちゃんと対応できるのかと不安な部分も感じた。すると
大勢の車掌さんが走っていく姿が見えた。これは悩んでいる場合じゃないと覚悟を決めて席を立とうとするが、足腰にうまく力が入らず立ち上がることができない。先日は本当にありがとうございました。先生に助けられました。その時急に俺にわざわざ電話してきてくれた救急隊員の声が心に響いてきた。俺は何のために医者になったんだ。人の命を救うためだろう。そう自分に言い聞かせ、席から立ち上がった。俺は全力で人が集まっている車両に向かい、一人の車掌さんに声をかけた。私は医者です。俺が言うと、車掌さんは頭を下げ、前方の席へ目を向けた。その視線の先には、聴診器を手にした50代くらいの男性が、具合の悪そうな人に話しかけていた。俺がおじけづいてためらっていた間に、他の医者が応対していたのだ。俺は自分自身が情けなくなった。肩を落とし、席に戻ろうとすると、突然背後から肩を叩かれた。あれ？佐藤先生じゃないですか？すごい偶然。目の前にはワンピース姿の綺麗な若い女性が立っていた。こんなところに知り合いがいるわけないし、自分の患者さんでもない。すみません。どこかでお会いしたことがありましたっけ？俺がそう尋ねると、その女性は足を揃えてピシッと直立し、敬礼をした。ああ、あの時の。やっと声の正体に気がつくと、彼女は俺にニコッと笑った。そして彼女は通りかかった車掌さんに、俺の隣の席に座りたいと頼み込んでいた。たまたま俺の隣の席は空いていたようで、車掌さんから許可を得ることができた。こうして俺と彼女は目的の駅まで一緒に移動することになったのだ。改めまして、私は牧瀬愛と申します。どうも、佐藤直樹です。話を聞くと、今日彼女は休みらしく、実家に戻るところだったようだ。愛さんは俺より2歳年下で26歳だといい、今から7年前に消防署員になり、その後国家資格を取得して救急救命士になったという。まだ1年も経っていないというのだが、堂々としてしっかりとしている。さっきのドクターコールを聞いて、私にも何かできることがないかと思って現場に向かったんです。しかし、すでに乗客の医者が処置をしていた。愛さんがその様子を見守っていると、俺が遅れてやってきたのだ。先生の声ですぐに気づきましたよ。実は俺、ドクターコールにビビっちゃって、現場に行こうかどうかためらっちゃったんだ。俺が正直に彼女に打ち明けると、彼女は俺の目をまっすぐ見つめてきた。あまりにも鋭い視線に、俺は思わず顔を伏せた。するとそこにカートを押した車内販売が通りかかったので、俺はコーヒーを2つ頼んだ。しかし彼女はコーヒーを渡されてもなお、俺のことを見つめている。その沈黙に俺は耐えきれなかった。砂糖かミルクはいりますか？それでも佐藤先生は患者さんのもとに現れてくれましたよね。まあ、それもそうなんですが、医者じゃないふりもできたはずですよね。確かに
医者だと名乗らず、その場にいることもできた。まあ、これでも一応医者ですから、人の命を救うために、俺は医者になったので、俺がそう答えると、彼女は大きくうなずき、その後も俺のことをじっと見つめていた。何ですか？やっぱりそうですよね。素晴らしいと思います。私も初心を忘れかけていました。僕、あなたが電話してくれたことを思い出したんです。わざわざ電話をくれたこと。あの時の言葉が俺の背中を押してくれたから勇気を出して現場に向かう気になったんです。本当ですか？はい、本当です。あなたが電話をくれた時、正直、ただの社交辞令だろうって思っていました。そんなことないのに。彼女はふてくされた表情でそう言った。あの事故の時だって、俺は何もできずにいました。そんなことないですよ。佐藤先生がいてくれたから安心できたんです。本当かな？本当ですってば。俺たちはこんな拉致の開かないやりとりをずっとしていた。そして彼女が実家に帰省するのは両親と話し合うためだという。彼女の両親は救急隊員の仕事が立派な職業だと認めてはいたが、実の娘が救急隊員になるということには否定的だったらしい。当直制の勤務で大変だし、体力も使う。そして一番は、この職業には常に危険が伴うということだった。救急隊員を含めた消防職員の女性の割合は 1% 程度なのだ。あえてそんな厳しい職に就かず、もっと楽な仕事をしてほしいというのが親の本音なのだろう。救急隊員の仕事って相当大変そうですもんね。ご両親の気持ちもわかる気がするな。ねえ、佐藤先生までそんなこと言うんですか？彼女は可愛らしくいじけていた。すると、もうすぐ目的の駅に到着するとの車内アナウンスが流れ、俺と彼女は新幹線から降りる準備をした。その時、俺はあることを思い出した。そういえば、あの事故の日、僕はあなたに名刺渡しましたよね。ええ。俺はあの時に彼女が俺の顔と名刺を何度も見比べていた理由を尋ねた。ひょっとして僕が偽物の医者だと思ってました？違いますよ。すると彼女は笑いながら答えた。彼女が俺の顔と名刺を何度も見比べたのは、彼女の住んでいる家は俺の勤務している医院の近くらしく、その偶然に驚き何度も見ていたそうだ。そして俺たちは新幹線を降り、改札口まで一緒に歩くことにした。佐藤先生、今日はありがとうございました。いやいや、そんなお礼を言われるようなことは何も。戸惑っている俺に彼女は続けた。両親にどうやって説得するか考えていたんですが、あなたと話をしているうちに考えがまとまりました。救急という仕事を人に任せたくないんだって。私だから助けられる命があるんだって、はっきりそう言います。彼女はニコッと微笑み、軽快な足取りで去っていった。それから1週間ほどが過ぎ、俺は彼女とは会うことも連絡を取ることもなかった。そんな中、俺は昼休みに駅の近くを歩いていると、
自販機の前で立ち尽くしているジャージ姿の女性に遭遇した。俺はその人の前を通り過ぎ歩いていると、佐藤先生、突然名前を呼ばれ、立ち止まってみると、その女性は愛さんだったのだ。あれ、牧瀬さんじゃないですか。全然気がつかなかったです。彼女はこの日、休みでジョギングをしていたらしい。そういえば、ご両親とお話はできましたか？もちろん、ちゃんと納得してもらいましたよ。嬉しそうに堂々と答える彼女を、俺は誇らしく思った。佐藤先生は女性の救急隊員のことをどう思いますか？そんな彼女からの問いかけに、俺はどう答えるべきか悩んだ。どうって言われても困っちゃいますが、男性も女性も関係ないんじゃないでしょうか。救急隊員自体が素敵な仕事だと。俺が答えている途中で彼女が口を挟んできた。そうじゃなくて、救急隊員として働いている私みたいな女性のことをどう思うか聞いてるんです。だから男性とか女性ってのは結果論であって。すると彼女は突然俺の手を取ってきた。佐藤先生とこうして偶然に出会うのって今日で3回目ですよね。これだけ偶然が続くのって必然だったりしませんかね。彼女の積極的なアプローチによって俺たちは互いの時間を調整し、会う頻度を増やしていった。そして珍しく2人の休日が重なったある晩、俺たちは一緒に夕飯を食べることにした。駅近くの新しくできたレストランで食事をして街をぶらぶら歩いていると、突然何かが崩れ落ちるような大きな音がした。なんだ？事故かな？すごい音でしたね。俺と彼女は互いの顔を見てうなずき、物音がした方に向かって走り出した。僕は医者です。私は救急隊です。手紙？仕事に復帰した直後、一通の手紙が届いた。それは芦田さんからのもので、祖母と一緒に引っ越す旨が記されているではないか。引っ越すって、そんな。それ以外にも謝罪の言葉が記されていたが、はい、そうですかと言えるわけがない。俺は困惑したし、一体何があったのか不安で仕方がなかった。どういうことだよ、芦田さん。芦田さんの祖母の家。その住所は教えてもらっていたから、俺は急いでそこに行ってみた。だが、家はもぬけの殻である。そんな。近所の人に聞いてみると、どうやら今日の昼に業者が来たそうだ。そんなのないよ、芦田さん。加えて、手紙は郵便局経由ではなく、ポストに直接放り込まれていた。だから、住所についての記載も皆無。要するに、八方塞がりというわけである。しかしこの後、事態は予想外の展開を迎える。そうですか。やっぱり私は疫病神みたいなものですね。俺は池野健一。現在23歳で、職場は大手自動車販売メーカーだ。大手企業に就職したこと。それは田舎で生まれ育った俺の人生や価値観を大きく変えてくれた。
上京する前までの俺にとって、世の中とは本当に狭い空間でしかなかった。他人とは、それすなわち、家族と学校で会う人間のことだけ。しかし、都会に出るや否や、俺は、世の中にはいろいろな人間がこんなにもたくさんいるんだ、という当たり前のことを思い知らされた。俺は今までの人生がどこまでもちっぽけでしかなかったことを知るのと同時に、自分には無限の可能性があること、いろいろなことが俺を待っていることにも気づけた。ただ、その変貌には少なからず痛みもついてきたわけだが、疲れたなあ。入社1年目の8月、その日は夜も暑かった。しかし俺は運動不足を解消するため、毎日徒歩で通勤していたのである。この頃俺は本社ではなく地元の支社に身を置いていた。だが学生時代が抜けなかったし、少なからず地元に後ろ髪を引かれていたこともあって、ひとまず地元の支社への就職を希望してしまったからだ。都内の会社だったら電車なんだろうな。どうしてこっちに残っちゃったんだろう。考えようの違いかもしれないが、都内では満員電車に苦しまなければならない一方、夏の暑い中を歩いて移動しなくてもいい。車という選択肢がありながら、運動不足解消のため歩いている俺が言えたぎりではないが、こうも汗びっしょりになると、不埒な考えもやはり浮かんできてしまうものである。きゃっ！そんな時だ。公園の中を突っ切ろうと思った俺は、ハイヒールを履いた女性が階段で転ぶ様子を目撃する。危ない。だから俺はとっさに駆け出し、どうにかして彼女を受け止めようと試みた。強烈な痛み。彼女を受け止めることには成功したが、俺はそのまま重なり合う形で地面に倒れ込む。大丈夫ですか？はい、と答えようとしたが無理だった。左手に強烈な痛みが走ったからだ。もしかすると骨が折れたのかもしれない。仮に折れていなかったとしても、何かしら負傷したのは間違いないようだ。救急車、今すぐ呼びますから。こうして俺は救急車に運び込まれ、そのまま病院へ向かう羽目となる。あれ？そこで俺は女性が何者なのかを悟る。あなたは？信じられないことだが、彼女は俺の会社の本社で働いていた受付嬢だ。確か名前は芦田さんだったはず。俺は早々に地方の支社に配属されたから、もう会うことはないと思っていたのだが。さて、俺の怪我は左手首の骨折だった。入院と療養を合わせて2週間の休職を俺は余儀なくされてしまう。利き手である右手の骨折ではなかったのが不幸中の幸いだ。食事や文字を書くことも問題なく行える。具合はいかがですか？そして芦田さんは頻繁にお見舞いにやってきた。彼女はすでに退職し、今は地元に住む祖母の面倒を見ているそうだ。
まあ、なんとか。俺が割って入ったことで、芦田さんは一切傷を負わずに済んだ。だが当人はそのことに強い罪悪感を覚えている様子だ。本当にすみませんでした。慰謝料、本当にいらないんですか？この間も言いましたけど、そのあたりはもう気にしないでください。俺、人として当然のことをしただけですから。鼻の下を伸ばしていないと言えば嘘になるが、俺は本心を彼女に語った。この程度の怪我で芦田さんと再会できたのは幸運と言ってもいいだろう。もしかしたらこのまま付き合えたりするのかな。俺も男だから情けなくもそんな風に考え始めた。しかしその期待は早々に裏切られてしまう。手紙？仕事に復帰した直後、一通の手紙が届いた。それは芦田さんからのもので、祖母と一緒に引っ越す旨が記されているではないか。引っ越すって、そんな。それ以外にも謝罪の言葉が記されていたが、はい、そうですかと言えるわけがない。俺は困惑したし、一体何があったのか不安で仕方がなかった。どういうことだよ、芦田さん。芦田さんの祖母の家。その住所は教えてもらっていたから、俺は急いでそこに行ってみた。だが家はもぬけの殻である。そんな。近所の人に聞いてみると、どうやら今日の昼に業者が来たそうだ。そんなのないよ、芦田さん。加えて手紙は郵便局経由ではなくポストに直接放り込まれていた。だから住所についての記載も皆無。要するに八方塞がりというわけである。どうしてただただ俺は無力感に苛まれるしかなかった。もはやどうしようもなかったのだ。そして月日は流れ、入社2年目がやってきた。そろそろ前に進まないと。俺は今でも芦田さんのことを忘れられずにいたが、同時に未練がましいと思ってもいた。いつまで彼女のことを引きずり続けるのだろうか。何度も俺は自問自答を繰り返した。いつの間にか俺には後輩もできた。今や自分一人で働いていればいいわけではなく、後輩の面倒も見なければならない。そんな中で昔の女のことをいつまでも引きずってどうする。でもダメだ。新しい出会いを探そうとも思った。芦田さんを忘れるため別の女性と付き合おうと考えたこともある。だが俺には無理だった。よし。結局俺は行動に出た。5月の連休が終わり、業務も落ち着いた頃合いで動き出したのである。もうなりふり構ってはいられない。俺は本社の同期や芦田さんの同僚に片っ端から声をかけ、少しでも手がかりを得ようとしたのである。ストーカーまがいの方法なのは重々承知している。だが俺にはもはやこれしか方法がなかったのだ。幸い俺の行動は
最後には報われた。本社で働いている芦田さんの元同期がいろいろと教えてくれたのである。芦田さんがどこへ引っ越したのか、なぜ退職してしまったのか、突然引っ越してしまった理由は、そうか、そうだったのか。それらの真相を知った俺は、それこそ我がことのように心が痛くなった。そして芦田さんに絶対会わないといけない。直接会って話がしたいと強く感じた。その週の末、俺は車を走らせ、教えられた住所にたどり着く。ここか。それは老人ホーム。込み入った事情は知っているが、俺はやるんだという強い決意を持ってしばし待つ。来た。およそ1時間が経過した頃、老人ホームの中から一人の女性が現れた。間違いなく芦田さんだ。俺は意を決して彼女に声をかける。え？俺がいることに気づいた芦田さんは驚愕する。だが、すぐさま急いで俺の横を通り過ぎようとした。待って。俺はそんな彼女の前に立ちふさがる。突然すみません。でも、どうしても会いたかったから。なぜここがわかったんですか？それは、俺は動揺しながらも、あなたの友達から教えてもらったんです、と答える。そうなると、私がなぜ退職したのか、それも知っていますよね。ええ。そうですか。やっぱり私は疫病神みたいなものですね。疫病神。その言葉を聞いた俺は、先日知った真相を思い出す。芦田さんは小さい頃、うっかりボールを祖母の頭にぶつけてしまった。そのせいで、芦田さんの祖母は記憶障害を患い、それは次第に悪化。そして1年前、ついには認知症と診断されてしまうのだった。私のせいだ。そんな風に思った芦田さんは、強い罪悪感を覚えて退職。祖母の面倒を見ると決めたのだという。そんなに自分を責めないでください。だが俺は、がっくりと肩を落とす芦田さんにそう告げる。これもまた俺の本心だった。芦田さんは疫病神なんかじゃありません。俺、芦田さんと出会えて幸せですよ。変わった人もいるものですね。この一件がきっかけになったのかどうかは知らないが、いつしか俺たちは付き合い始めた。ただ、四六時中イチャイチャすることはできなかった。引っ越し先で新しい仕事を見つけた芦田さんは、日中は働き、夜は祖母の面倒を見る生活。おばあちゃんのことを最後まで支えたいんです。わかりました。遠距離恋愛になったし、果たして交際と呼べるものかどうかもわからない。だが俺は、それでも芦田さんのことを力強く支えたいと思った。彼女はずっと一人で頑張ってきたのだから。それから1年後、俺たちは結婚した。おばあちゃんが少しでも元気なうちに、ウェディングドレス姿を見せてあげたい。
かなりのスピード結婚ではあったが、そこにはこんな理由があった。内心、まだ結婚には早いんじゃないかと思っていたが、そう言われては断れない。結婚式の日、芦田さんの祖母は車椅子姿で会場にやってきた。そして孫娘の花嫁姿を見て心から喜んだ。芦田さんの祖母が亡くなったのは俺たちの子供が生まれた頃だ。役目を終えたかのように彼女は亡くなった。芦田さんは最後までやりきったよ。これからは自分の人生を生きてほしい。そうね。芦田さんは最後までやりきったのだ。ほとんど誰にも相談できず、助けも得られないまま戦い抜いた。もう十分だろう。だから俺は残りの人生すべてを使って芦田さんを支えていくつもりだ。もっと話したい。もっと一緒にいたい。もっと桜木さんのことを知りたい。しかし、ようやく乗り越えたかのように思えても、桜木さんのトラウマは未だに消えていなかった。ふとした瞬間に、それは顔を覗かせる。大丈夫ですか？思わず転んでしまった桜木さん。慌てて駆け寄った俺は、彼女に手を伸ばすが、桜木さんは、ひっと反射的に拒絶した。ごめんなさい。別にあなたのことが嫌いとか、そういうわけじゃないの。大丈夫です。わかっていますから、もう謝らないでください。俺は改めて思った。この人を守りたい。この人には幸せになってほしいと。今度の週末なんだけど、ちょっと付き合ってもらえる？そしてある日、俺はそんな風に言われて。ごめんなさい。別にあなたのことが嫌いとか、そういうわけじゃないの。俺は山野公平。現在25歳。サラリーマンとして毎日働いている。そんな俺はそろそろ恋愛をしたいと思っていた。だがきっかけを作れないし、一歩踏み出す勇気も残念ながら皆無。思えば子供の頃からずっとこんな感じだ。クラスに好きな子がいても遠目で見ているだけで自分からは何の行動にも移せない。ただただ他の男の子と付き合うのを見て嫉妬したり歯ぎしりするしかなかった。傷つくのが怖い。自分を否定されるのが嫌だ。どうしても勇気を持てない。そんなありさまだったから、俺は社会人になっても何も変わらなかった。旧友や元クラスメートが次々に結婚していく中、俺はいつも女性関係とは無縁だった。もちろん俺だって思うところがないわけではない。できることなら結婚したいし、その前提条件として女性とも付き合いたかった。だが、それでも俺は踏み切れなかったのだ。それはさておき、俺はなんだかんだ毎日楽しく生活している。会社では先輩とも後輩とも良好な関係だし、給料だって悪くない。今日もか。しかし俺には
会社の人間関係で一つだけ引っかかり続けていることがある。それは上司の桜木さんについてだ。彼女は何があろうと上着を脱がないのである。まあ、いいか。ただ、実害がない以上問題はない。それに、どうして上着を脱がないんですかと聞けるはずもない。こういうところなんだろうな。桜木さんの上着が気になってしまうたび、俺は言いようのない自己嫌悪に襲われてしまう。こうやって距離感が取れていないからこそ、女性も近づいてこないのだろう。俺って本当にダメなやつだな。考えても仕方ないことは理解している。だが、俺だって男だからどうしても考えてしまうのだ。そして、着地点の見えない思考に陥った挙句、ただ自信だけを失って終わる。そんなことが延々と繰り返されていた。今日はありがとう。助かったわ。そんなある日のことだ。俺は桜木さんに同行する形で商談に赴いた。商談自体は問題なく終わったのだが、就業時間をとっくに過ぎてしまった次第。すっかり遅くなっちゃったな。よかったら晩ご飯一緒に食べていかない？そうですね。流されるがまま、俺は桜木さんと居酒屋に入るのだった。なぜかは知らないが、女性経験のない俺でも、桜木さんとは安心して話せる。これが他の女性だったら、辞退していたに違いない。美味しいですね。そうでしょう？何気なくついてきたような形だが、桜木さんが常連らしいこの居酒屋は、料理も酒もうまい。舌が肥えているわけでもない、美食家でもない俺であっても、この店の料理と酒が他の店と一線を画すくらいのことは十分理解できた。彼女とか作らないの？ある程度飲んで食った頃、桜木さんはそんな風に聞いてきた。俺は、恋愛とは無縁ですよ。多分一生無理なんじゃないかな、と本音を言う。多分アルコールのせいで思わず飛び出てしまったのだろう。普段だったらこんなこと言えるはずがない。常日頃からこんな風に言えたら、俺はちゃんと女性と交際できただろうし、女性との距離感で悶々と悩み続けることもない。そんな風に決めつけちゃダメよ。自分で自分の可能性を潰すなんてもったいない。そうでしょうか。そうよ。何かを強く訴えたい様子の桜木さん。彼女は何度も右肘をさすっている。右肘をさする。その仕草は会社でもしばしば目にする。おそらくこれは桜木さんの癖か何かなのだろう。自分で自分の可能性を潰したら私みたいになっちゃうから。私みたいにって、それもしかして絶対に上着を脱がないことと何か関係しているんですか？これまたアルコールのせいで、俺はずっと抱えていた疑問を口走ってしまった。言ってからまずいと思ったが、もう遅い。すみません。もしも嫌な気分になってしまったら謝ります。だから俺は
時すでに遅しと内心思いながらも謝罪した。正直、やっちまったとさえ思った。これで桜木さんから不興を買ってしまっても、これはもう仕方ないだろう。大丈夫よ。そっか。君になら話していいかもね。桜木さんは何度か小さくうなずいた後、一体何があったのかを語り始める。てっきり俺は怒られるものとばかり思っていたから、彼女の反応は全くの予想外だった。ずいぶん昔の話なんだけど、男の人から暴力を振るわれたの。正確に言うと、暴力っていうより、まあ、そういうことよね。その一件以来、桜木さんは薄着でいるのが怖くなってしまったという。上着を着ていないと安心できなくなってしまったらしい。そんなことが。桜木さんは自重気味に笑っていたが、俺は困惑していた。彼女が深いトラウマを抱えているのは誰の目にも明らかだ。こんなことを言っていいものか。だが俺は意を決して言ってしまう。男がみんなそういうやつとは思わないでくれると嬉しいです。わかってるわよ。そこは安心して。だから俺は桜木さんのこと、俺が守ります、と続けた。守る？はい。俺、桜木さんが上着を着なくても済むようにします。それはまあ、気持ちは嬉しいけども。あまりにも唐突な話だったから、桜木さんはひどく困惑していた。だが、俺は本気だったし、絶対に彼女を守りたいと思っていたのだ。俺、本気ですから。わかったわ。ありがとう。次の日から早速、俺の生活には仕事以外にもう一つやることが加わった。ボディーガードのような形で帰り道に同行したのである。そんなに張り切っちゃうと疲れるわよ。いえ、大丈夫です。やれやれ。頑張り屋さんなんだから。そんなやりとりを重ねながら、俺は毎日桜木さんと一緒に帰った。そのうち週の半分は夕飯を一緒に食べるようになり、会話も事務的なものからプライベートなものに移り変わっていく。1ヶ月後、それくらいの時間が経つ頃には、俺たちは週末も会うようになっていた。この人と一緒にいたい。俺は自分の中でその気持ちがどんどん高まっていくのを感じずにはいられなかった。毎日時間が経過するにつれて、どんどんその気持ちが強くなっていった。もっと話したい。もっと一緒にいたい。もっと桜木さんのことを知りたい。しかし、ようやく乗り越えたかのように思えても、桜木さんのトラウマは未だに消えていなかった。ふとした瞬間に、それは顔を覗かせる。大丈夫ですか？思わず転んでしまった桜木さん。慌てて駆け寄った俺は彼女に手を伸ばすが、桜木さんはひっと反射的に拒絶した。ごめんなさい。別にあなたのことが嫌いとか
そういうわけじゃないの。大丈夫です。わかっていますから、もう謝らないでください。俺は改めて思った。この人を守りたい。この人には幸せになってほしいと。今度の週末なんだけど、ちょっと付き合ってもらえる？ある日のこと、桜木さんは突然そんな風に切り出してきた。俺はもちろんと即答する。どこへ行くんだろう。俺は期待に胸を膨らませたが、それと同時に決意も固めていた。桜木さんに自分の気持ちを伝えたい。不安はあるが、俺は勇気を振り絞って前に進もうとしていた。お待たせ。当日、ワンピース姿で待ち合わせ場所にやってきた桜木さん。しかし、残念ながら、その上にはジャケットを羽織っている。さあ、行きましょう。この後、俺たちが向かったのは水族館だった。水族館に来るのは本当に久しぶりだったから、俺は不覚にもテンションを上げてしまう。水族館お好きなんですか？うん。昔から大好きだったのよ。もしもまた好きな人ができたら、その人と来たいと思ってた。え？じゃあ、それって。そういうことよ。桜木さんはジャケットを脱ぎ捨てた。そして、俺は上着なしの彼女の姿を初めて目撃する。すごく綺麗です。まさにその通りの美しさだった。ワンピースの袖から伸びる腕は、一度見たら忘れられない美しさを有していたからだ。そんなに凝視しなくたって、これから毎日見ることになるのよ。こうして俺たちは付き合い始めた。交際を重ねていく中、桜木さんが抱えるトラウマは少しずつ消えていった。暑いわね。そのうち桜木さんは車内でも平気で上着を脱ぐようになった。みんな何があったんだろうと首をかしげていたが、俺は一人心の中で嬉しい気持ちになっていたものだ。2年後、俺は桜木さんにプロポーズした。彼女は即答で OK を返してくれたから、晴れて俺たちは夫婦となったわけである。もう大丈夫なの？ええ。そして5年経った今、桜木さん、いや、妻のトラウマは完全に消えている。母親となったことで彼女は強くなったのだろう。そっか。娘の頭を撫でながら、俺は感慨深い気持ちになっていた。妻のトラウマが消えたことは喜ばしい。あの頃のことは今ではすっかり笑い話になっている。しかし、二度とあんな経験をさせてはならない。俺はこれからも愛する妻のことを守っていくつもりだ。夫として、いや、一人の男として、絶対に守ってみせる。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いしましょう。